今回の動画では大学学部の志望理由についてお話ししたいと思います。なぜこの学部を選びましたか？なぜこの大学を選びましたか？まず注意点ですが、これからお話しするのは大学入試の面接試験です。お金を出して学問を納め、その学んだ知識やスキルを将来どのように活かしていくのか、どのような思いでその学問を世の中に役立てていくのか、これは大学入試ではとても大切なことになります。特に理系ではその身につけた知識や技術を悪いことに使われたりしないように、医療系だけでなくテクノロジー系の学部とかではその人の倫理観までチェックする、そんな面接試験が行われます。ですので、口先だけでなんとかなるなんて考えずに、しっかりと志望理由と向き合うようにしましょう。今お話しした通り、大学側はその受験生が知識やスキルを身につけて、将来どのように社会と関わっていこうと考えているのか、それを見に来ます。ですので、まずは将来の目標、将来の夢、これを決めることが優先となってきます。特に外国人留学生ならわざわざ留学するくらいですから、何らかの目的とか夢があると思いますので、それを熱く語るようにしましょう。こんな話をすると、時々将来の夢がなければ大学に行っちゃいけないのかなんて聞いてくる受験生がいます。けどそんなことはありません。将来の夢がなければ一般選抜を受験すればいいだけです。特別選抜の入試では将来の目的意識がはっきりし、そのために大学で学ぶ意思があるという受験生を募集する入試です。ですので、将来の目的はないけれども大学へ行きたいという受験生は一般選抜を受験すればいいだけのことです。つまり将来の目標とか夢というのが特別選抜入試の大条件となっているのです。どのように社会と関わっていくか、どんな夢があるのか、それさえはっきりすれば身につけるべき知識や学問といったものも決まってきます。自分の将来や夢にどんな学問が必要なのか、それを考えれば志望学部や学科といったものが必然的に決まってくるのです。それがその志望理由となってきます。つまり将来の目標とか夢がある人は自然と身につけなければならない学問やスキルは決まってくるのです。将来〇〇がしたいです。なのでこちらの学部で〇〇学を勉強したいです。こんな風に答えればいいでしょう。そして目指す学問が決まったら、次は大学探しです。もちろん贅沢を言えるならいくらでも大学を選ぶことができます。けどそうではない。成績や経済力によって大学を選ばなければならない場合は大変です。また留学生にとっては在留資格という問題も出てきます。そこでまずは気になる、または聞いたことのある大学専門学校のオープンキャンパスに参加してみましょう。そこには志望理由となるヒントがたくさんあるのです。オープンキャンパスでは新入生を迎えようと様々な催しが行われます。特に入試科の先生たちが自分たちの大学を PR するために説明会を開いて、そこからたくさんのヒントがもらえるでしょう。中にはその説明会で自分の目標とか将来が見えてくるなんて受験生もいますので、このオープンキャンパスへはぜひ参加してください。またオープンキャンパスではその大学に在学する同じ国籍の先輩を紹介してくれたりもします。その先輩から試験はこんな感じで出るよとか、面接ではこんな質問されるよといったアドバイスをもらうようにしましょう。これがオープンキャンパスの良さです。そしてできることならたくさんの大学また専門学校のオープンキャンパスに参加するようにしてください。いくつもの大学や専門学校を見比べていくうちに、
それぞれの大学、学校の良いところ、悪いところ、不足しているところ、そういったところが見えてきます。それらを見比べていくうちに、本当に自分が行きたい大学、または専門学校というものが決まってくるんです。それがそのまま志望理由となっていきます。そう、他の動画でも言ってみますが、面接試験に正解はありません。また、志望理由にも正解はありません。あるのは相手にどのような印象を与えるか、それだけです。学生を選べるような大学、専門学校では、この受験生を自分たちの大学、学校に入学させたいかどうか、それを判断するのが面接試験となります。ろくに日本語で会話もできなければ一発不合格にもなりますし、中身のない志望理由だなんて印象を与えてしまうと、それも不合格になってしまうでしょう。面接官が関心を持つような情熱が伝わる志望理由を考えてみてください。正解がない以上、準備する方法は無限にあります。様々な角度からアプローチし、自分の将来の目標、夢を抱いて、そして志望理由をまとめましょう。